ごめんごめん。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバババババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンはい、バンはい、藤井さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリとシーバを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃん、チャトラのまさるくん、画面に収まっておりませんが、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。今日はぐーちゃんは大丈夫だけど、ゆりたんがさっきからなんか怪しい鳴き声を出してるんでさ、ねえ、もう今するんじゃねえか、今するんじゃねえかと思って追っかけているんだけど、まだしない。まだしない。ね、感じでございますよ。食べたのかな、お腹空いてたのかな、なんかね、食べちゃあげて食べちゃあげてしてたんだけど、結局全部すっからかんになってたんでね、カリカリにまた足してあげたけど、ね、もう食べきったもんな、今日かな、お腹空いてたんかな、なんでかな、暑いのにな。はい。で、1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース、たけしジャスティース。もう何にもないから。猫は来ねえな。あとはゆりさんが空のお皿舐めに来てくれるかなと期待するばかりでございますな。はい。氷が入った。氷がいっぱい入った。冷たい水でございますよ。冷たい水が
うまいな。でもあれだっけ、今週、立秋になるらしいじゃんか。今週立秋。なんかハマった。今週立秋になるらしいんじゃんか。秋ですかみたいなね。もう、どこがですかって感じな。カニタンさん、ジャスティースアイス食ってんのがいいな。ありがとうございます。ね、そうだな。小豆バー入れる場所ないもんな。今、氷、ペットボトルのを凍らしちゃってっからな。あれ出さないと、小豆バーも入れられないし、氷も作れないんだよねっていう感じ。氷作ってるけどさ、トレイから直接出してるんでね、作って貯めておくことができないのでね、ペットボトルをどうしようか。出すか、みたいなね、感じかな。よしさん、ジャスティさん、ありがとうございます。ね、で、あとはなんだっけ、今日は日曜日だったっけ、そうだな、日曜日だったな。で、今日は、ドラッグストアの、杉薬局の、15%引きのクーポンが1個だけ出てたんだよね。で、まあ、夕方ね、動画の編集が終わったら、気晴らしにね、暑いから昼間はさ、夕方ね、日が落ちてからっていうのね、行こうかなと思って。で、今日は行ったわけよね。で、うちから歩かなきゃいけないところさ、暑いからと思って。だけどさ、夕方になったからさ、いいかと思ったらさ、なんか夕方になっても全然暑いっていうのかな。暑いっていうかなんか、蒸してるっていうね、息苦しい酸素少ねえみたいな。なんかそんな感じ。なんか夕方出たけど、なんか夕方だからなんか効果ありましたかみたいな。そんな感じだったな。まあ日陰が多いからね。その分、まあね、やっぱり昼間に比べたらだいぶマシではあるだろうと思うんだけどさ、なんかもう全然あっちな、あっちじゃねえかよ、みたいな感じの中ね、杉薬局行って、で、とりあえず今日はね、にゃんこのご飯をちょっとね、それで、買い足してな。だからにゃんこね、やっぱりね、肉の方が好きみたいな、ささみの方のが好きみたいなんだよね。だから、できれば魚、できればカツオで探して、で、ほとんどカツオってないわけよ。ほぼマグロベースでさ。で、カツオがあったら、カツオあったよって感じで、まあ、カツオをね、チョイスするっていう感じなんだけど、やっぱり最近朝ね、納豆菌を混ぜた、そのね、ペーストのご飯、あげるときにさ、今日は魚ベースのやつをあげたんだけど、魚ベースのやつだとさ、なんか全然食べないのね。もうっていう感じ。納豆臭いからさ、食べきってほしいんだけど、量も少ないからさ、そんくらい食べてよって思うんだけど。で、それ食べたらカリカリ足してあげようかなと思ってんだけどさ、もう全然食べないわけ、うっそ、みたいなね。で、しょうがないからさ、まあ味変えれば食べんのかなと思ってさ、そのささみベースっていうの肉ベースのやつね、あげると、あっという間にペロッと食べんだよね。だから、にゃんこな、どうもな、飼い主の意図とは裏腹に肉の方が好きなんだなと思って、しゃあないと思って。で、その今日行った杉薬局は結構そのね、ペースト系のご飯の種類が多いんだよね。で、よそだとそのマグロベースの魚のが多いんだけど、今日行ったところは、カツオベースもあるし、あと鶏ベースもね、国産の鶏と、あとは普通の鶏とあって、で、国産のやつね、選んできて、ただここでさ、シーバにしたじゃんか、チュールじゃなくて。で、チュールじゃなくてシーバにしたんだけど、ただ理由はわかんないっていうの。理由わかんないっていうのかな。なんかね、猫飼い界隈で、なんかシーバじゃない、チュール不買運動があってね。だから、それが理由がまあわかんないんだけど、
でもどうやらね、なんか猫に対してあんまり良くない企業らしいよっていう感じだったんで、だったらね、不買運動に参加した方がいいかなと思って、で、シーバに切り替えたわけよね。で、そのね、国産の鶏のがあったからね、じゃあそれにしようと思って、それにしたんだけど、それがね、チャオチュールの、なんだっけ、会社だったんだよね。だから、チュール不買運動したけど、結局違うもの買っちまったみたいなね、感じだけど、まあね、しょうがないっていう感じで、今日はね、そんなのを杉薬局で買ってきて、で、向かいにね、スーパーがあるんだよ。で、昔はそのスーパーの近所に住んでたんで、だから昔は本当毎日のようにそのスーパーに行ってたんだけどさ、その時は結構活気があったし、で、そのスーパーなんか大人気というか、他にスーパーがなくて、みんなそこのスーパーに来てたんだよね。駐車場もあるしっていうので、だから結構規模も広がって、だからその最初に私が言った杉薬局もそのスーパーだったんで。だけど、なんかね、規模縮小して、で、杉薬局に結局なって、今、ね、存在あるっていう感じなんだけどさ。で、もともと最初にできたスーパーだけはまだ未だにね、健在なんだけど、なんか存在感薄いっていうか、なんかこれ本当に営業してんのかねっていうぐらいにさ、なんかもう影薄くなっちゃってて、なんか、これやってるやってるでも人いるからな。やってんだよね、と思って。で、入って、で、またほら、缶詰な、フルーツの缶詰探しでさ、そのお店行ってなかったから、ね、期待は薄いけれども、まあね、とりあえずチェックしたいっていうので、で、そのお店入ったんだよね。で、まあ、入り口からね、何からしてさ、とにかくさ、スーパーってさ、今月はこれがおすすめですよとかさ、あとなんか夏だとなんかキャンペーンだとかさ、なんかそういうのがあって、あとはチラシとか貼ってあったりとかさ、すると思うんだけど、一切なし。一切なくて。で、昔はそのスーパーの壁のところにさ、植え込みというかさ、植物植えてたんだよね。で、その植物を置いてた棚は、まあそのままあるんだけれども、もうそういうのも全くもって撤去されちゃってて。で、どうもさ、ポールが刺さるようになってて、そこに多分、だからなんだ、看板というかさ、ね、なんか旗立ててね、なんかお買い得とかさ、ポイント何倍とか書かれたさ、旗をささせるようにきっとなってるんだと思うんだけど、もうそういうのも一切なし。っていう感じね。もう全くもって活気がなくて、あれっていう感じよ。吉井さん。チュールは企業体質もひどかった。そうですね、そうそう。なんかね、それ自体は聞いたことあるけどさ、まあ、だからといって猫には関係ないからなと思って、あんまりその不買運動する、なんだ、きっかけには、私にはあんまりならなかったんだよね、その企業体質のところはさ。まあ、ただその猫界界隈がね、こぞってチュールはやめようみたいな感じになってるから、まあ、だから多分猫関係で良くないことしたんだろうなっていうふうに思ったんだよね。ね、なんか、残業がひどいんだっけ違うか。面接をして、で、寮に、なんか個人で入れる新築の、マンションかなんかに住めるみたいな話だったっけえっと、車両、なんて言うんだっけわかんないんだけどさ、働いたことないから。ね、だけど話が違ってて、で、なんかちょっとの間だからみたいな話だったけど、なんかずっとそのままでみたいな、なんかそんな話は聞いたけどさ、ね、だからそれぐらいじゃ別にチュール不買運動に
なんか結びつかないんでさ、ね、企業体質は、ああ、そうなのか、なんて思って、ただね、情報もさ、ね、玉石混合っていうのなんて言うんだろう、本当なのか嘘なのかもさ、まあ、わかんないし、で、自分に直接関わりがあってね、真実を知ってるわけでもないからさ、それを100%鵜呑みにしていいのかどうなのかも、まあ、わかんないし、みたいなとこだったんだけどさ。ね、まあ、そんな感じ。そんな感じ。ね。で、そのスーパーに行って、缶詰な。缶詰どうだろうな、なんて思って。で、最初ね、なかなか缶詰見つけらんなかったわけよ。なんかね、意外と売りが広いなと思って。最近いろいろスーパー回ったけど、なんか、ここのスーパー、なんか割と売り場広かったんだな、みたいな感じ。なんか缶詰も一箇所じゃないんだよね。そのおかず系の缶詰、あとパスタ系の缶詰とかさ、そのジャンルによって置き場が違うんでさ、見つけられなくて。で、最初は瓶詰で岩のりを見つけたわけよね。で、岩のりあるぞと思って。で、いろいろと割と種類あるんでさ、ね、添加物入ってなさそうな感じのやつあるかしらなんて思ってちょっと見たらさ、前に今じゃない、うちで買ってた、小豆島の岩のりがあってさ、添加物入ってないやつあって、で、あ、と思って、ここで売ってたんかと思って、ね、東大元暮らしっていうのかな。ここで売ってたんだと思って、で、ね、添加物入ってないやつ。で、その隣にやっぱりこの前買った、どこだったっけ、高知産か。高知産かなの、岩のりがあって、で、それもやっぱりね、添加物が入ってないやつ。ここに随分あるじゃないかと思ってさ、なんだよと思って。わざわざ、わざわざアンテナショップで買ってきたのに、ここにあったんかいみたいな感じでね、まあ一応情報をね、見たんで、よしと思って、次回ね、岩のり欲しいなと思ったら、ここに買いに行けばいいんだわってことが分かったんで、まあよかったよと思ってな。で、あとはおかず系の缶詰の売り場の、さらにもっと横に行った方に、フルーツ系があったんだよね。で、フルーツ系はパッと見だからそんなんで見つけられなかったんでさ、なんか種類少なそうだなーなんて思ったんだけど、意外とね、その置かれてるやつが国産のフルーツでね、なんかあんまり外国産の中国産のっていうわけではなくて、国産のだったんで、おおと思って。意外とここにあったと思ってさ。で、昨日だったかな一昨日だか昨日だかに、その図書館の近くにあるスーパーね、に行ったんだけど、そこに行って、洋梨の缶詰1個だけ買ったんで、で、それが、なんだっけ、V ポイントだっけT ポイントが V ポイントになったんだったっけなんか、V ポイントが500円近くあるから、450円くらいあるからね。まあ、それで缶詰1個ぐらいね、買えんじゃねえと思って、で、それで買うつもりだったわけ。で、その洋梨の缶詰ね、どこ産だかは忘れたけど、まあ国産で添加物入ってなさそうなやつだったんで、で、値段が410いくらだったんで、あ、これで買えるわと思ってさ、で、買おうと思ったわけよ、V ポイントでさ。ところがさ、なんか、税抜き価格だったらしくて、なんかレジ通したら足りなくてポイントが。と思って。なんか結局約500円近くしたんだよね。で、高いなぁと思って、缶詰1個500円か。それはさすがにちょっと高いなと思って。まあ1個ゲットできたからいいけどね、なんて思っていたわけよね。あんまり納得できずでね。で、もうちょっとあそこでは買えないかななんてふうに思ってたんだけど、いや、こっちにあったぞと思って。で、今日も洋梨の缶詰、まあ、それはよくよくうちに帰ってきてみたら、酸味料が入ってたんでね、
酸味料が入ってたな。この酸味料いらなかったなと思ったんだけど、まあね、国産の洋梨で、値段が全然ね、安いわけよ。なんかその500円かなんかで買ったじゃん、この前、その洋梨の缶詰さ。それが今日はね、200いくらだったんだよね。だから半額近い金額なんでさ、こっちのがいいやって思ってね、まず洋梨1個買うじゃん、みたいな。で、みかんがね、2種類あったんだよね。愛媛県産かなんかだったかな。みかんの缶詰、あったぞと思って。で、みかんの種類が違うみたいでさ、それで値段が全然違うんだよ。と思って。いや、みかんだったらどっちでもいいよ。別に銘柄はいいよ。国産のみかんだったらどっちでもいいよと思ってさ。で、それがね、添加物入ってない感じだったんで、いやー、意外とあったなと思って。で、値段もさ、やっぱり安いわけよ。500円もしないわけ。300円ぐらいだったかな。だから、そのみかんの缶詰2つと、洋梨の缶詰1個で、まあ、約1000円ぐらいかなと思って。まあ、約1000円ではあるんだけど、1000円越すかしらと思ったらさ、全然1000円で買えたんで、よかったと思って。もう今度から缶詰は、あそこ買い行こうと思って、缶詰とか、あと保存食な。意外とあったなと思ってさ。まあね、ちょっと歩かなきゃいけないのはめんどくさいけども、まあね、あったので、見つけたので、よかったよっていうね、お話でございました。以上、終わり。で、そう、だからさ、今日さ、関係ないけど、今までの話と。今までの話と全然違うんだけど、なんだっけ、プライオリティパスプライオリティパスっていうのを使いたいなと思って前にさ、調べて、で、どうやらそのプライオリティパスが使えるところはあんまりなさそうだなっていうことは分かったわけよね。まあ今それから調べてないんで、なんか増えたって話も聞いてるんで、ね、新しい最新情報はわかんないんだけど、その前に調べた情報ではね、で、羽田で、マッサージ受けられるところが、あって、で、それを受けたいなと思ったわけよね。ただ、それ受けるには予約必須だっていうのをさ、後々見てた、動画で知って、あ、そうだったんだと思って、なんか早めに知っといてよかったよと思って。で、ただ予約しようと思ったら、1ヶ月前から受付だったんだよね。だから1ヶ月前になるのをさ、ずっと待ってたわけよ。ずっと待ってて。で、いよいよ1ヶ月前になったわけよね。だから昨日の夜、ライブが終わった後、寝ずに、その予約をするためにさ、起きて待ってたわけよね。で、12時になったので、その予約をさ、しようと思ったんだけど、なんかね、該当するものがありませんってなっちゃうわけ。で、試しにその前日、3日、3日ので、予約しようとしたら、それはできるんだよ。それはできるんだけど、4日の予約にしようとすると、見つかりませんってなっちゃうわけよね。だから、あれと思って。で、お店の営業時間が10時からなので、予約はなんか10時、だから10時半だから8時までみたいなことが書かれたんで、あ、そっかと思ってね。じゃあ10時にならないとダメなんだと思って、で、昨日は寝たわけよ。で、今日な、10時になったんで、またね、サイトにアクセスしてさ、予約しようと思ったんだけど、やっぱり見つかりませんになっちゃうわけ。で、もうなんでと思って。でね、断るごとにそろそろ予約できるかしら、そろそろ予約できるかしらと思って、そのサイトに行って予約しようとするんだけど、もういちいちね、見つかりませんになっちゃうわけ。だからこれ、と思ってさ、どういうことだと思って、で、スマホからさ、予約してみようかなと思ってさ、スマホからそのサイトアクセスしてみたら、なんかね、3日までは営業してんだけど、
4日から休業になってんのね。うっそー。嘘だろうと思って。これを楽しみにわざわざさ、ね、プライオリティパスにしてさ、旅行の予約ね、計画してさ、ね、ほぼそれメインだったのに。ほぼそれメインだったのにさ、なんでよりによってさ、9月の4日かから休業になってんのと思って、もうさ、今日一日それでさ、棒に振ったんだよ。もうなんだと思ってね。もうそんなでした、今日はっていうね、お話でございました。あと何かあったっけな、今日はな。缶詰ゲットできたのと、そんながかり話と、なんかあった気がしたけど、忘れちゃった。忘れちゃったな。今日はタロットカードできるかしら？ストップする人がいるかどうかわかんないけど、一応タロットカード始めて見ますかね。では本日も、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。カニタンさん、しましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。そういえばさ、そういえばというか、そうめんオフ会の申し込みが今日1件来まして、まどかさんがね、参加してくれるようなので、またカニタンさんたちはまどかさんとね、お会いできるようでございますよ。久々にな、どんくらいぶりになるんだろうな。8月だから、9ヶ月ぶりぐらいっていう感じになるのか、10ヶ月ぶりぐらいみたいな、そんな感じか、約1年ぶりぐらいの感じかね。どうする？すげえイケメンになってたら。めちゃくちゃイケメンとかになってたら、どうするみたいなな。なんかさっき思い出したんだけど、忘れちゃったなっていう感じ。カニタンさん、まどかさん、誘ったのは私だよ。あ、そうだったんだ。そうだったのね。なるほどね。ありがとうございます。ねえ、なんか全然人数少ないからさ、ねえ、調理室借りなくてよかった。調理室借りなくてよかったな。うちでやればよかったな、みたいなことになってるよな。よしさん、ストップ、ありがとうございます。プライオリティパスって聞き慣れない単語です。空港ラウンジを利用できるゴールドカードと同じなのですか？そうそうそう、そんな感じみたいなんだよね。で、それを、持ってると、そのプライオリティパスを対応してるお店で、まあ、例えばボテジュは対応してるらしいんで、で、そこで食事ができたりなんかいくら分だったっけ？ 1500 円分ぐらいの食事ができるんだったっけかみたいな感じでね。で、ほぼその私が調べた時だと、セントレアでしかね、そのプライオリティパスって使えないんじゃんみたいな感じだったわけ。で、まあ、あとは、羽田はあんまり使えないけれども、でもまあ多少あるからね、そのマッサージがあるから、じゃあいいかっていう感じで、で、成田の方があるのかなっていう感じだったけどね、成田遠いからもう行きたくないからさ、みたいな感じだったんだよね。そんなのがね、あるんですよ。だからラウンジも利用できるし、ただまあ、プライオリティパスじゃなくてね、ラウンジはまあカード持ってるだろうから、それで利用できるんだけど、プライオリティパスっていうのはまた別にあって、
で、海外かな、海外旅行する人だと、そのラウンジがね、そのプライオリティパス専用のラウンジっていうのがあるのかなが、なんかね、使えるんで、なんかいいらしいんだよね。だから国内だけだとあんまりちょっと面白くなさそうだけど、とりあえずそれをちょっと使ってみたいなっていうふうにね、思ってたわけでございますよ。というわけで、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカードを今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、ザザーン。なんだこれ。なんだこれ。ね、なんかちっちゃくなっちゃってるね。ちっちゃくなっちゃって、これ俺のだから、みたいなね。誰にもあげませんから。みたいだな。私かいみたいな感じのカード出てきたな。よいしょっと。これはペンタクルの4かペンタクル、4。どうだペンタクル4、正1、逆1。これなんだろう。ペンタクル4、なんだ、動画かなキーワード、執着。正位置だ。正位置。正位置では、所有、執着というこのカードの持つ意味が、中庸に働くことを示唆します。自ら所有するもの、今あるものを、かたくなに守り、手放そうとしないことを表します。カードそのものは険しいですが、必ずしも悪い状況を示唆するわけではありません。状況によって今持っているものが保証されるという、こういう解釈にもなれば、今のものに、執着しすぎて、新たなものに手を伸ばすことができないという、警告的な解釈にもなり得るカードです。はい。仕事での意味、恋愛での意味、結婚での意味。終わっちゃったな。終わっちゃった。他のところ行くか。正一、逆一、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 あった。このカードは良い意味の場合は、今あるものをしっかりと守る、基礎を守るなど、安定を優先させるカードです。はい。すでにカップルの人であれば、恋愛になっちゃった。二人の関係が続くことを意味していますが、その他のシチュエーションによっては執着や固執が全てを台無しにしてしまうなど、ネガティブな結果を、暗示しています。それぞれの悩み別にカードをうまく取り入れて、とりあえず、本日のタロットカードの意味調べるの回は、今あるものを、大切にするっていうのかな。今あるものをもうちょっとしっかり見てみようか、みたいな感じかな。ね、今の幸せに、気づいて満足しましょうね、みたいな。そんなカードかな。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。終わった。終わっちゃったな。よしさん、JAL や ANA の国内ラウンジも、飲み物、コーヒー、ビールなどとハッピーターン、柿の種があるぐらいです。食べ物あるだけいいよな。最近食べ物全然ないもんね。ドリンクしかないもんね。国際線だと
ビュッフェタイプの食事があるので良いですが、そうそうそうね、なんかね、外国行く場合にはいいみたいなんだけどさ、国内だとちょっと面白くないみたいなんだよね。プライオリティパスも国際線利用だと良いが、国内はしょうもないですね。そうそう、そうみたいなんだよ。そうみたいなんでね。だからまあ今増えたって話も聞いたんで、それに期待するしかないんだけどさ、私が調べた時点では、なんかね、セントレアでしかちょっと楽しめなさそうなね、そこで楽しむしかないみたいな。ただできるだけね、目いっぱい使いたいので、羽田のそのマッサージもさ、使うつもりでいたらさ、なんで4日から休みなの？もうちょっと代わりになんかないのまた調べなきゃみたいなね、振り出しに戻る的な、感じになっておりますよ。ね、で、なんだっけ、今ある幸せ。皮膚なんか今日の、メッセージ的な感じで、皮膚感覚をなんか鍛えろみたいな、なんかワードが来てるなって思うんだけど、幹部摩擦私嫌いだったわけよ。で、喘息だから、なんかその体を鍛えるのに、幹部摩擦しろとか言われて、父親にさ、力いっぱいタオルで背中をこすられてさ、で、皮がずるむけになって痛くて、もう本当に虐待っていう感じの幹部摩擦な、それをやられるのが本当に嫌で、本当に嫌でと思ったらさ、やっぱり間違ってんだってね、タオルで体をこするのは、しかも強い力でこするっていうのは、間違いらしいんだよね。なんかそのこするの布が、なんだっけ、絹とか、あと、綿なんだろう、なんかあんまり摩擦が、しない、素材、なんか決まってんだよね、寒風摩擦に、使える布っていうのが。なんかそれでないとダメらしいんだよ。で、しかもその強いね、力でこするんじゃなくって、こう、さするっていうの？そういう感じらしいんだよ。もう全然違ったじゃんと思って。もう本当にさ、ってね、最近それを知ってさ、なんかちょっともうってなったわけでございますよ。カニタンさん、飛行機に乗る前に国内ラウンジで飲み物、チャプチャプ胃袋にすると、そうそうそう、機内トイレに行かなきゃいけないので、結局あまり飲まないね。そうだから飲み物だけあってもさ、飲み物別にそんなに飲まないからね。で、まあほら、なんか変わったものとかあればいいよ。そこならではのさ、なんかここでしか飲めないとかさ、そういうものがあればいいけど、ごめん、たまちゃんお腹空いてんのかね、カリカリ、もうちょっとあげればよかったな。なあ、だからさ、そういうのがあればまだいいんだけどさ、どこも同じもの置いてあるじゃんか。ね、コーヒー、アイスコーヒー、あとはなんだ、ジュースっていう感じじゃん。だからまあ強いて言えばね、トマトジュースがあるから、まあトマトジュース飲むけど、みたいなさ。そんな感じだからまだね、おつまみ系のさ、食べ物があれば、ね、それはいいんだけどさ、最近全然、全くそういうね、お菓子、おつまみ系のさ、食べ物もないんでさ、飲み物だけか、みたいなね、感じなんでさ、ね、食べるとこないからと思ってたのに、ここにもないのか、ここにもないのかっていう感じじゃん。だから最近お店の営業時間が、まあ最近っていうかね、空港あんまり利用してないから昔からなのかもしれないけどさ、その飛行機の時間でね、空いてる時間に利用するにはさ、お店がやってなかったりとかするからさ、ねえ、じゃあと思ってるとさ、ねえ、ラウンジにもないのか。じゃあどうしたらいいんですかみたいなさ、そういうことになるよな。で、なんだっけな。あとは寒風摩擦と、
あとはまあコロナの話な。なんか新型のやつは、すごいつぶつぶがちっちゃいらしいんだよね。すごいつぶつぶがちっちゃいらしくって、もうね、ワクチンなんか効かないよってね、言ってるらしいんだよ。そうなんだ、みたいなね。なので、デトックスして、であと腸内環境を良くして、で、まあ、免疫力を高めるね、体づくりをしておくのが、いいよみたいな話だったかな。で、まあ、それでも、皮膚を強くするっていうふうに言ってたんだよね。だからね。なんか皮膚を強くするっていう話が今日なんか、どこでも出てきたなと思ってね、今なんか、ワード的にちょっと皮膚をね、強くするっていうのと、あとはこの体を持ってる、要は皮膚の感覚があるっていうのは、この体を持ってる時の、まあ、唯一の祝福というか、ね、なので、この、皮膚の感覚を、まあ、鍛えるというか、なんかそういうのを、まあ、楽しむっていうのかな。ね、今持ってる感覚、なんかね、手とか、なんかね、皮膚の感覚を、なんだ、まあ、鍛えるというか、鍛えるっつってもな、鍛えようがないけど、寒風摩擦寒風摩擦の正しいやり方な、調べてね、動画出したらいいかもしれないな。もうほんと嫌だったよ。だってもう皮ずるむけになってさ、もうほんとね、虐待だよね。もう嫌だったなっていう話でございました。あとはなんだ、今日のご飯か。今日はご飯炊いて、で、昨日ね、煮物作ったんだよね。人参とじゃがいものな。で、お肉買ってきたわけよ、昨日さ。スーパー行って、なんだっけ、何かを買いに行ったんだけど、あ、キノコか。干し野菜でキノコをさ、昨日干したわけよね。で、キノコね、ちょっと少ないかなと思って、せっかく干せるところもスペースもうちょっとあるからさ、キノコが安くなってたらと思って、キノコ買いに行ったんだけど、キノコはね、安くなかったんだよね。で、その代わりに、肉の棚をさ、ふと見たらさ、30%引きのシールがいっぱい貼られてて、で、ささみにも30%引きのシール貼られてたんで、一瞬どうしよっかな、にゃんこにあげるか、でもな、食べないからな、なんてふうに思ってて、そしたらね、なんか国産のね、なんだっけ、農薬とか、あ、違う、抗生物質か。抗生物質を使ってない、鶏肉の青森県産かなんかの鶏肉が30%引きになってたわけよね。で、あ、こんなの前あったっけと思ったんだけどさ、あ、30%引きになってるから、これだなと思って、それ買ってきて。でね、久々に、なんだ、鶏肉が入ったじゃがいもと人参のね、煮物を作って昨日食べたんだよね。で、まあそんなんでさ、煮汁がね、もったいないなと思ったんで、今日は煮汁使って、で、あと残ってる野菜が、茄子と生姜だったんだよね。で、結局ほら、生姜30%引きのシール貼られてるから、たまには生姜でも買うかなって思ってさ、買ったはいいけど、それっきりだったんだよね。それっきりだったんだけど、まあ、生姜って意外と傷まないからね、大丈夫じゃねえと思ってさ、で、そろそろさすがにもう生姜使ってやんないと、どうなっちゃったかな、やばいかなと思って見てみたら、案の定ね、まだ平気だったよね。お、すげえな、さすが生姜、全然傷まねえな、みたいなんでさ、で、じゃあそろそろ使うかと思ってさ、で、最初はちょこっと使うつもりだったけど、もうめんどくさくなってきて、もういいや、全部入れるか、全部入れるかみたいな気になって、そのね、煮てる鍋の中にさ、すりおろしながら入れてたんだけど、さすがにちょっと多いか。
最初全部入れるかと思ってたけどさ、さすがにちょっと多すぎっかと思って、ちょっと途中でやめて、でもね、だいぶ入っちゃってたね。だからね、茄子の煮物だったはずなのに、もう生姜の煮物みたいなね、茄子どこ行った茄子の存在感どこ行ったみたいなね。もう生姜になっちゃったな。で、そんな煮物を食べ、で、あとは、その残った生姜ね、残った生姜すりおろして、で、あと刻んで、ね、取っといたわけよね。で、それを夕飯でさ、お腹空いちゃったなと思ってどうしようと思ってさ、夕飯食べないつもりでいたけど、お腹空いちゃったなと思って、で、ご飯炊いたんだけど、今日さ、それ半分残しといてね、なんか1合よりもちょっと多かったんだ、今日はさ。なんか1.5合ぐらいだったんで、これ全部食べたらさすがにちょっと多いなと思ったんでさ、半分残しといて、で、半分お昼にね、納豆ご飯と、あとその茄子の煮物で食べたわけよね。で、お腹空いちゃったなと思って、まあご飯残ってるから、それで生姜とね、卵と炒めて、チャーハンにすっかと思って、で、チャーハンにしてみたけどね、生姜ってすごいよね。全部生姜になっちゃうね。入れすぎなんだよな。そっか、生姜ってちょこっとだけでいいんだと思って。だからさ、豆腐とか、あとなんか蕎麦とかかな、に添えられてるさ、薬味の生姜でさ、めっちゃくちゃ少ないじゃん。いや、こんな少なくてさ、と思ってたんだけど、いや、あれでちょうどいいっていうことかっていうことにね、ようやくようやく気づきました。みたいな感じです。ね、大型っぽいだろよしさん。藤子さんの猫たち幸せですね。そうだといいけどな。みんなね、たまちゃんなんかもうネガラメンジすげえ、もう怒りのニャーニャー言ってんじゃんか。どうなんだろうって思っちゃうけど、幸せに思ってくれてると嬉しいんだけどな。私が昔飼っていた猫は、食事、猫まんまを出して、それを食べようと、食べまいと出すのはそれだけ、って感じでした。猫は、バクついて食べてました。ああね、それだといいよな。食べてくれるといいよな。ね、あげがいがあるよな。もうほんとそれでよかったと思うよ。なんかほら、塩分だとかさ、なんとかってね、洗脳されてたからさ、猫まんまって、本当に猫まんまよ、ばあちゃんがあげてたの見るとさ、その人間が飲む味噌汁に、ご飯投入したやつ。で、それをさ、猫たちにあげてたよね。で、野良猫だと思ってたんだよ、その時のさ、あげてた猫たちって外で飼ってたからさ。野良猫にご飯あげてるんだと思ってたんだよ、ばあちゃんがさ。で、その猫まんまな、その味噌汁にご飯入れたやつ、それ食べてたよね。だからさ、よくそんなん食べるよな、なんて思ってたんだけどさ、なんかそれでよかったんじゃないかって今になると思うよな。なんかそういう塩分だ、なんだとか、栄養面がどうたらっていう以前にさ、なんか添加物の方のが体に悪いもんねって思うとさ、ペットフードあげるよりもそっちの方のが良かったよなと思って、まあ、だからといって今のうちの子たちは食べないんでさ、食べないんで、ね、何もあげないわけにもいかないんでさ、しょうがないからね、食べるペットフードをさ、まあ、しぶしぶあげてるけどって感じだけどさ、なんかそっちの方のが良かったよなって、今となってはね、なんか病気になって苦しむよりは元気でね、短命だったとしても元気でね、一生涯過ごせた方のが、なんかいいんじゃないのかなと、今になっては思うかな。でもまあね、今、うちにいる子たちは、長生きでね、元気でいてくれてるから、抹茶とかクーターとかは何の問題もないのでねっていうね、感じだな。吉井さん、猫のための買い物をしたことないです。あ、まあでもほら、自分が飼えばね、私が昔飼っていた猫は、そうなんだ、自分で世話してたんだ。
で、猫まんまあげてたんだね。でもそう、バクついて食べてくれてるんだったら、もう全然それでにゃんこはね、幸せだと思うよ。うちのにゃんこ何あげてもさ、何あげてもこれじゃないし、みたいな感じでね、なんか去っていくから、っていうね、感じになっちゃうわよね。はい、というわけで、突然始まるアファメーションタイム。この言葉をみんなで一緒に3回言いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。では、いきますよ。せーの。ああ、よかった。ああ、よかった。ああ、よかった。ね、今日はぐーちゃんは割と苦しんでる様子はなかったからな。よかったよっていう感じね。おしっこはまあ多少されたけどな。ウィンクしてるな。かわいいな。呼んだって感じで見てるな。かわいいな、にゃんこな。よしさん、ああ、よかったね。よかったよね。ねえ、たまちゃんね。よかったよね。うん、ねえ、よかったね。よかった、よかった。そう、今日はね、ぐーちゃんに朝ね、おしっこシャーってされちゃったんだけどさ、フニータたちを保管してる箱がさ、カラーボックスで、取っ手の穴、箱を引っ張るように、穴が開いてる箱に入れて保管してるんだけどさ、で、その3段目一番下のところの取っ手の穴のところに、ギリギリセーフ。もうスレッスレのところでおしっこシャーってされて、あーと思って。なんでそこですんのみたいな感じだったんだけどさ、あーと思ったんだけど、ギリギリスレスレで大丈夫だったみたいで、フニータたちにはね、被害はなかったみたいなので、ああ、よかったよ。よかったよ、みたいなね、ことが今日はありました。よしさん、基本猫の餌は親があげてました。あ、そっか。時々私もあげてました。あげる頻度は1日に1度あげる、あるかないかです。あ、ない日もあるのか。そうだね。だからばあちゃんもなんか確か朝あげてるだけだったんじゃないかなと思うんだけど。でね、食べてる猫のね、頭数が多いんでさ。野良猫なんだろうなっていうふうに思ってたんだけど、なんか後から聞いたら、ばあちゃんが飼ってる猫だって。ねえ、なんかばあちゃん猫好きだったらしくて、知らなかったみたいなね、ことがありましたよ。ちゅうわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録が、まだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。はい。ね、たまちゃんすっきりしたんじゃないのかい？明日はバスツアーに行くので、朝早いので、お休みしようと思っておりますよ。なので、次回は明後日かなと思われますが、次回も見てくれるかな？はい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。